するの？どちらがいい計画を立てるかってこと？もう少し詳しく聞かせてくれる？そうね、レッスン、仕事にイベント、今年の夏は大忙しよ。授業がない分自由時間は増えるけど、きちんと計画を立てなくちゃ乗り切れないわ。休養日は全力で部屋で休むだけじゃダメなの？全力で休むだけじゃいけない。ピンとこないわね。痛いところをついてくるじゃない。妹以外の子たちにお弁当を作ってあげるようになって、それは思い知ったわ。その勝負受けて立つ。どちらがより素敵なプランを思いつくか。プロデューサー、夏休みの休養計画で勝負よ。ところで、もちろん計画の実践にはあなたが付き合ってくれるのよね？何言ってるの？あなたと私の勝負なんだから、一緒に休日を過ごすに決まっているじゃない。もうその気になっちゃったんだから、諦めて責任を取りなさい。分かったわね。さあ、そうと決まったら、夏らしい休みの過ごし方を考えなくちゃ。私にとっては苦手分野ね。夏らしい休みの過ごし方、何にも思いつかないわ。プロデューサーこそ早いじゃない。待ち合わせ10分前よ。自信があるよね。面白いじゃない。で、どこに連れて行ってくれるの？スタジアムのことかしら。うちの実家みたいなところ？へえ、そんな施設があるのね。もちろんよ。この日のためにコンディションを整えてきたもの。さあ行きましょう。こういう、こんなにいろいろ選べるのね。最高の遊び場じゃない。端から端までやってみたいわ。ちょっと待って、今考えてる。さすがに全部は無理だから、今日は乗り物系をコンプリートしましょう。未体験のものを優先したいの。まずは得意不得意を知っておかないと。どのスポーツで勝負を挑まれても勝てるようにしておきたいわ。当たり。レースは私の全勝よ。乗り物を運転するって楽しいのね。いつか本物のバイクや車を運転したいわ。プロデューサー、次はセグウェイよ。乗り物をコンプしたらアーチェリー。楽しい。まだまだまだ遊び足りないわ。レッスンで体を動かすのとはまた違う楽しさがあったわ。それはどうかしら。勝負はまだ終わっていないんだからね。いいえ、勝負はまだ終わっていない。そう言ったでしょ。ついてきなさい、プロデューサー。あなたに最高の休日をプレゼントしてあげるわ。さあ、つい
いたわ。ここなら寮の門限に間に合うでしょ。不思議そうな顔をしているわね。何でもお見通しのプロデューサーを驚かせるの好きなのよね。してやったりって気分になる。うん、この辺りなんていいわね。ほら、星が綺麗に見えるでしょ。でしょ。あれがベガ、デネブ、アルタイルで夏の大三角形。ベガが織姫でアルタイルが彦星だったかしら。1年に1度しか会えない2人。同情なんてしてあげない。私が織姫なら天の川くらい泳いで渡ってみせるわ。痛快でしょ。今の見た？流れ星。バッチリ。私のライバルたちが健康でありますようにってね。あなたは？あら、欲がないのね。叶えてあげるわ。いくらでも。どんな願いだって。今日一日リフレッシュできたお礼にね。夏の休養計画勝負、今回は引き分けにしておいてあげる。夏が終わらないうちにもう一度勝負するわよ。